新年明けましておめでとうございます。2023年ということで、はい、今年も第一発目始まりました。今回はですね、燃費向上第10選行いたいと思います。はい、燃費気になるでしょ。ね、そうでもないよね。以前に燃費向上の動画を出そうということで話が上がりまして、多分ワゴン R ユーザーさんすごく分かってると思うんですけど、めちゃくちゃ燃費悪い。そうなんだ。そう、燃費めちゃめちゃ悪いんで、少しでもね、正直私はもう燃費を捨ててます。この車に関しては。ターボだったらもう燃費捨ててます。だけど、少しでも燃費を良くしたいって人なんかに向けた動画をね、上げたいと思いました。燃費向上の内容に関してなんですけども、こちらは私の独自のこうやったら燃費上がるよっていう。ただ、メリットもあればデメリットもあるんで、一概に言い切れないんで、一個人の意見として参考にしていただければなと思いますんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。今年マーブラックは抱負がありまして、昨年おかげさまでチャンネル登録者500名超えました。おかげさまでありがとうございます。500名超えさせていただきました。ありがとうございます。今現時点で年末12月の31日の時点で568人まで行かさせていただきました。本当にありがとうございます。感謝しております。今後も568名の登録者の方々、今後もですね、ご覧いただければと思いますので、今年の抱負は、チャンネル登録者5000人目指したいと思います。ぜひともご覧いただいている視聴者様、応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは参りましょう。レッツゴー。一緒にレッツゴー。はい。恥ずかしいね。はい、ということで早速燃費向上のね、独自と私の今までの人生のうん十年間の経験をもとにして燃費向上の対策というかね、燃費向上しますよとか維持できますよとか、そこら辺をご説明したいと思います。まずは1戦目なんですけども、こちらのエアクリーナー、この車両は車外のエアクリーナーを入れてるんで形状違うんですけども、エアクリーナーが何なのかっていうと、エアクリーナーって空気吸うじゃないですか。で、空気を吸うところに、要はフィルター、人間で言えばマスクなんですけど、これマスクあると吸いづらい時ってありますよ。でしょ？吸いづらいから結局空気を多く吸えないんですよ。っていうことはエンジンの方に空気を吸って、その空気を使って爆発させるんですけど、空気と燃料を圧縮して爆発させるんですけども、その爆発する時に空気の量が少ないと爆発力が落ちるんですよ。空気の吸いがいい方が爆発力って高まるんです。なので純正のエアクリーナーをつけてる人は新品に変える、またはもっともっと吸入量を上げたい、パワーを上げたいって人なんかはこういう車外のエアクリーナーに入れると空気の吸う量が多くなるんで、必然的に爆発力が高まると。で、爆発力が高まるイコールエンジンの力も出るということなんで、まあそれでアクセルを踏む量を減ったりとかすれば必然的に燃費が上がったりとかっていう傾向になります。ただデメリットとしてはエンジンオイル、空気の吸う量が多くなるとか空気の吸いがスムーズになるっていうことはフィルターの目が粗くなるっていうことになりますので、そうなると目には見えないような細かいゴミなんか吸っちゃうんで、必然的にエンジンオイルの交換サイクルが上がってしまうとかっていうのと、あとはエンジンオイルが見た目的に汚れてきたりとかするとちょっと嫌だなって人なんかは純正フィルターの置き換えとか、または純正フィルターの新品に交換するだけでも空気の吸う量が変わりますんで、大体まあ2万キロぐらいに1回の交換の割合で交換すればその吸入量っていうのを純正のままで維持できるかなと思いますので、ちょっと参考にしてみてください。なんか質問は？なんもない。なんもねえのかよ、使えないな。今年も新年から早々使えねえアシスタントだな。取っ払ったら加速が良くなるわけでしょ？エアクリーナー。はい。で取っ払ってアクセル踏んだら燃費がすごい悪いってことじゃん。
取っ払ってアクセル。いや、取っ払ったら空気の吸いは良くなる。吸い良くなると、はい。燃焼が大きくなるってことでしょ。爆発力が高まる。はい。だから燃費悪くなるよね。うん。爆発力が高まる方がエンジンのパワー出るじゃない。そうなの？うん。吸いすぎは良くないんじゃない？なんで？大きくなる。過呼吸、あ、人間で言うと。あ、そのデメリットもあって、吸いすぎると燃料が逆に量足りなくなるんですよ。燃料が足りないの？そう。空気と燃料をエンジンの燃焼室のところに送り込んで、ピストンが圧縮して空気と燃料をギュッと圧縮して、その時にプラグがパチッと火花が出て爆発させるんで、その空気が確かに多ければ多いと、燃料は薄い、少ない。デトネーションとかって言って、異常燃焼。要は燃えが良すぎちゃって、エンジンに燃焼の力が強すぎちゃって、エンジンが最悪焼き付くとかあるんだけども、正直そこら辺に関してはコンピューターが入ってるんですけども、それである程度の補正は効くんですよ。燃料の増量の。空気が多いからちょっと燃料補正してあげようとかっていうのがついてるんで、正直エアクリーナーをちょっと交換するぐらいとか、そこら辺に関しては全然問題なく対応してくれますんで、頭がいいんで、私とは違うので。次行こう。ということでエアフィルターとなりました。続いて第2戦はマフラーです。このワゴン R って純正じゃないですか。燃費を向上または落としたくないって人はマフラー変えない方がいいです。マフラー変えちゃうと、これね、結構知ってる人はいると思うんだけども、意外に燃費気にせずにマフラー交換しちゃう人っていうのがたまにいらっしゃるんだけど、マフラーっていうのは人間で言うと力む時って息止めません。なんか力グッて出したい時とかでグッて言って力止めたりする。息を止めたりするじゃない。それと一緒で息を吐きながら力出すってなかなか大変なんですよ。車も一緒で、このマフラーっていうのが排気、要は空気を出しちゃうっていうところなんですけども、空気を吐くときにスムーズに吐き切れちゃうと、ピークのパワーは上がるんですけど、低速の力っていうのが弱くなっちゃうんですよ。だけど、このマフラーの純正とかのマフラーだと、排気抵抗が大きいんで、排圧っていう排気の圧力があるんですけども、純正だと排圧高くなるんで、その高い状態の方が、瞬発的な力をグッとは出しやすいんですよ。そうすることによって、街乗りが多いじゃないですか、車って。長距離ってそんなに頻繁にってなかなかないと思うんですけども、瞬発的な力を要するときなんかは、純正マフラーの方が燃費はよっぽどいいです。車外マフラーなんか入れちゃうと、排気が抜けすぎちゃうんで、結局、踏ん張る、瞬発的な力っていうのが出づらいんだけども、出づらくなっちゃうんで、そうするとやっぱどうしても燃費、アクセルを多く踏んじゃうっていう傾向になるんで、どうしても燃費が低下しちゃうという傾向になってます。やっぱメーカーさんって純正でいろいろ考えた上で開発してるんで、私なんかみたいにカスタムパーツいっぱい付けたい人間からすると純正なんてって結構あるんだけども、結構メーカーさんは真剣に考えて作った結果の市販されてるモデルなんで、だから触媒ストレートとかストレートのマフラーとかしちゃうと、音とかすごく迫力あっちゃうかもしれないんだけど、まず消音器が一切何もついてないと音がバリバリ割れちゃうとか、言った通り燃費が悪くなっちゃうとか、そういうのが出てきちゃいますので、そのマフラーのカスタムに関しても、その状況に応じた、自分のニーズに合ったカスタムをした方がいいと思います。ということで、第2戦はマフラーでした。はい、じゃあ第3戦目なんですけども、第3戦目は、これは誰でもできます。車内の荷物です。車の体重が軽ければ動きやすいじゃないですか。人間と一緒で。衣服が薄い方が動きやすいっていうのと同じで、車もパワーは限られちゃってるんで、車内の荷物を減らしてあげると燃費は落ちません。なので、ご覧ください。私、車乗るときは、やっぱりガチャガチャしてるのがあんま好きじゃないんで、私は基本車には荷物何も乗せないようにしてます。スポットで乗せるときなんかはどうしても出てきちゃうんだけども、その時は荷物乗っけたりとかしますけど、基本移動するときなんかは荷物は何も乗せないようにしてます。そうすることによって、無駄な燃費の悪化とか低減されますので、ちょっとね、車内に荷物いっぱい乗っかってるっていう人なんかは、まあ理由があって乗っけてるんだろうけども、理由ないで断捨離できる人なんかは、捨ててあげた方がいいと思います。捨てるじゃない。荷物をどけてあげた方がいいと思いますので、ちょっと参考にしてみてください。はい。なんか質問ある？すぐ捨てようとするのよくない。思い出も何も捨てたいな。はい、ということで第3戦目は荷物ということになります。
続いて参りましょう。レッツゴー。はい、続いてなんですけども、これはね、正直、燃費云々言うよりも、パワーを上げたいっていう人の中で結構多い傾向があるんですけども、燃料です。よく、これなんかワゴン R はレギュラー車なんですけども、よくレギュラー車に廃屋を入れて、パワーを上げる、パワーが上がるっていう解釈の人なんかたまにいらっしゃるんですけども、よくチューニングなんかでやってる人の燃料をレギュラーから廃屋にするっていうのは、M さん、レギュラーと廃屋ってどっちが燃えいいかわかります？廃屋。って思いますよね。レギュラーと廃屋のオクタン価っていうのがあるんですよ。何それ？レギュラーガソリンっていうのは本当にレギュラーガソリン。廃屋って言うんですけども、これ、廃屋って短縮用語なんですよ。ハイオクタン価っていう言葉なんですよ。それで通称廃屋っていう言葉になってるんですけども、ハイとオクタン価、要は高いオクタン価のレギュラーガソリンっていうことなんですね。で、じゃあ、ハイオクタン価だと何が違うのかっていうと、オクタン価って高い方がノッキングって言って、先ほど言った異常燃焼っていうのを抑える傾向があるんですよ。そう、それによって燃えを悪くするって言ったら大げさかもしれないんだけども、なんだろう、異常の燃焼を抑えるっていう傾向なので、すごくエンジンをカスタムした場合とか、そういう時なんかに異常燃焼っていうのが起きやすくなっちゃうんで、そういう時に廃屋なんか入れると、その異常燃焼を抑えてくれるので、それでチューニングされてる人たちなんかは、燃料をレギュラーから廃屋にっていうのはあるんだけども、基本的に燃料を変えて、レギュラーから廃屋にすることによって、パワーが上がるとか、燃費が良くなるとかっていうのは、あんまり期待はできないかなと思います。で、今ガソリン高騰の時代もあるんで、10円の差とかっていうのもあるんで、結構でかい燃料代になってしまいますんで、単純に燃費を上げたいっていう人なんか時は、別にレギュラーのままで私はいいと思います。ただし、廃屋には、これも、ある種都市伝説的な話なんですけども、廃屋の中にはエンジン洗浄剤とかっていうのが微量に入ってるんで、10万キロとか20万キロとか走る車に関してだったら、もしかしたらその何十万キロ走った後にエンジンが綺麗なのを維持できるっていうメリットはあるかもしれません。ただそれが本当にどうなのかっていうのは私は詳しくはわかりません。詳しい方いらっしゃいましたらコメントの方に入れていただけると助かります。はい、ということで燃料でした。燃料は特に変わりませんと私は思います。次行きましょう。レッツゴー。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、はい。なんでタンク開けたの？燃料の話だ。いや、ダメですか？開ける理由はダメですか？燃料です。燃料の話だから燃料タンク。強調できるようにしました。はい。いや、一回もそこ触れてなかったよ。触れました。違う違う。はい、終わりです。はい、じゃあ次行きましょう。レッツゴー。はい、続いて第5戦目なんですけれども、第5戦目はスロットルです。スロットル、はい、スロットルってなんだっけ？これね、前回、ほら、スロットルスペーサーなんか入れましたけども、要はここでアクセルを踏んだ時に空気の吸入量っていうのを調整するところが、ここのスロットルなんですよ。で、スロットルをじゃあどうすればいいのかっていうと、これは仮走行車、距離をいっぱい走ってる車両に関しては有効かなと思います。むしろ落ちた燃費を改善するっていう意味合いでスロットルを清掃する。なかなか簡単に素人さんがスロットルを清掃ってなかなか大変だと思いますので、以前の動画でレックスってあったじゃないですか。白い煙が出る。天敵のやつね。そう。レックスをやることによって、スロットル内なんかを結構洗浄できるっていうのがありますので、このスロットルなんかを距離走ってる人たちなんかはレックスをやることによって結構燃費改善されたっていう意見も聞きますので、やり方に関しましては私の以前の動画にこちらの方にありますので参考にしていただければと思います。あとはそれと同時にスロットルスペーサーって言って、またこちらにテロップ貼っておきますけども、スロットルスペーサーで加速がね良くなるっていう状況になったじゃないですか。M さんも乗って体感できたと思うんだけど、覚えてるでしょ？この辺だったかな。ちょこっとアクセルちょこっと踏み出した時とか、なんかね、坂道でね、ちょっそうと元気が良かった。そう、あれの状況なんかと一緒で出だしが
空気の流れがスムーズになることによって、まあ、加速感が出るんで、必然的にアクセルを踏む量が少なくなれば燃費が上がるというのもありますので、スロットルスペーサー自体も2、3000円ぐらいで購入できますので、安いのは買わないでください。それなりに私概要欄貼っておきますので、2、3000円ぐらいのやつを購入した方がいいのかなと思います。ちょっとね、参考にしてみてください。はい、ということで、第5戦ということでした。続いて参りましょう。レッツゴー。続いての燃費向上、燃費維持の場所は、プラグです。こちらです。はい。まあ正直この車両は、カバーついてるんでわかんないんですけども、ここにプラグの A 入れておきますけども、このプラグを変えることによって、だいたい今なんか普通の石のやつと、イリジウムのやつとか、プラチナのやつとかいろいろあるんですけども、まあ正直火花が強い方が、先ほど言った空気と燃料の爆発させる時の火花が強いんで、そうすると爆発力が高まるっていう意味合いがありますので、そうすることによって燃費が上がるっていうのは結構あったりします。正直私はあまり、昔 RX7 でロータリーエンジンの車両乗ってて、で、ロータリーエンジンなんかは、プラグがツインプラグで2つついてたりとかあるんだけども、それなんかは着火が弱いからとかって言ってて、なんかいいプラグとか変えたんだけど、正直私はそれが燃費に影響してるかっていうのは微妙だったんですけども、ただ間違いなしに構造的からしてみると、ちゃんと着火した方がパワーはちゃんとしっかりと出てきますので、もしこれなんかも距離走ってる車両に関してだったら、プラグの交換っていうのをした方がいいと思います。ちなみに、このワゴン R も以前プラグをね、イリジウムのやつ、バンテとかは全く同じのやつで、イリジウムって言って特殊な電極のプラグにチェンジしました。残念ながらその動画は撮ったんですけども、撮れていなかったために動画にできませんでした。ではね、本当に動画に上げたかったです。まあ、しょうがないんだけどね。はい。まあ、ということで、プラグ、イグニッションコイルとかね、そこら辺なんかも一緒にセットで交換するとより理想的になりますので、まあ、少しでも燃費上げたいという方は、ここなんかも変えてみるといいかもしれません。もう10万キロ超えてたら絶対変えた方がいいと思います。もし交換歴がないんだったら。私のちなみに、プラグ3基となんで3個交換したんですけど、3個のうち1個だけなんか交換されてて、謎の番手が入ってたりとかで、なんかわけのわかんないプラグになってる時もありましたんで、もう正直中古車で買った場合で10万キロ超えてる車両なんかはもう何されてるかわかんないんで、ちゃんとしっかりね、目を通してから対応した方がいいと思います。はい。ということで、第6戦ということで、プラグでした。続いて参りましょう。レッツゴー。続いて、これは正直私はやらないんですけども、やらないんだかい。いや、私はやらないんですけど、世の中では、エアクリーナーのボックスにアルミテープみたいなのを貼るとか、あと、マフラーのところにボディーアースの配線をつなげるとかで、排気の流れ、吸気の流れをスムーズにさせるっていう、摩訶不思議なものがあるんですけども、これは正直ね、私は雑誌とかなんかでも上がりましたとかって言うんだけど、私はちょっとまだやってないから何とも言えないんだけども、これは私の独自の偏見なんだけど、私はね、ちょっとそれはいかがかなと思ってやったことありません。ちょ待って。はい。10戦だからやったこと言うんじゃないの？そうでもないです。やってないこと言うの？ただね、それね、ただ単にシール貼るだけなんですよ。貼ればいいじゃん。シール貼るだけなんですけど、そのシールが5万円とか6万円とかするんですよ。作っちゃえばいいじゃん。いやー、私はね、ちょっとそこまで踏み切れなかった。なので、昔からね、結構もう20年以上前から、某メーカーさんなんか出してたりとかするんだけど、まあ、好きな人はね、交換するのありだと思います。私は正直、どうだろう。5万円も出せねえよと。そこまでお金ないんで、正直私はやりませんでした。もしこれを見て、やったことがある人、ちょっとね、効果がどうだったのかとか聞かせてもらいたいので、よかったらコメントの方を残していただけるとお願いします。どうだったんだろうっていう、ちょっとレビュー聞いてみたいんで、もしやった人がいらっしゃったら、コメントに残していただければと思います。じゃあ、この件に関しては、募集中ですね。募集ですね。そうです。レビュー募集。ちょっと謎です。10戦の1個の宿題ってことですね。宿題ではない。まあなんか、そういうやった方がいらっしゃったらちょっとどうだったんだろうなっていうご意見聞きたいなと思います。続いて参りましょう。レッツゴー。
はい、続いてなんですけども、続いては、これはドライバーさん自身に関わることです。これは乗り方です。乗り方なんですけれども、M さん、車が走るときに一番力使うところってどこだと思う？土曜の夜です。意味がわからない。大丈夫？走り出す時は土曜の夜です。それ、走り出したら止まらないですよね。そうです。土曜の夜は。そうです。土曜の夜。違います。違う、そうじゃなくて、速度が0から例えば100キロまで、速度領域として、その中で一番力を使う速度って何キロかわかる？低速だね、ローだね。何キロ？ローだから10キロ。10キロ。10キロから20キロの間、30までが一番ギアがピュッピュッピュッって変わるじゃん。はい。その時。これ違うんですよ。車が走るときに一番力を使うときって、0からスタートするときなんです。なので、出だしの時にアクセル踏むのを緩やかにしてあげると、それだけで燃費結構変わります。だから燃費ものすごい悪い人たちって、出だしと同時にグッてアクセル踏む人とか、そういう人たちなんかは結構燃費悪いです。もし燃費を1リッターあたり 0.1 キロでも上げたいって人なんかは、今時の車って結構オートマじゃないですか。まあマニュアル車の場合はマニュアル車でありますけども、例えばオートマ車だったら、ギア入れて走り出すとき、クリープで走り出してからアクセル踏んでいくんですよ。で、しかもそのアクセル踏むときって、グーじゃなくて、じわーっと足の親指の先あたりから、じわーっと踏むような感じでやっていくと、燃料が極端に突出されないんで、結構燃費を抑えていきます。ということで、ゼロから走るのが、走り出すときが一番力を使うんで、オートマ車の場合はクリープが始まって、ちょっと加速してからアクセルを踏んでいく。交通状況ほら毎回異なるんで、交通状況によってはそんな時できないかもしれないんですけども、何もない状態で例えばやるとするんであるならば、そのクリープからちょろちょろちょろっと走り出してからアクセルをじんわりゆっくりと踏んでってあげると、燃費が良かったり上がったりとかしますので、ちょっとね、それ参考にしてみてください。マニュアル車の場合だったら、クラッチをアクセルブーンってやるんじゃなくて、クラッチだけをつなげてって、つなぎ切ってからアクセルをゆっくり入れていくと、燃費は結構良くなります。マニュアルだけっていうのでも結構燃費良かったりとかしますので、ちょっとそこら辺なんかはね、参考程度で捉えていただければなと思います。あとは、走行中で燃費を改善したいとき。高速なんかだとより分かりやすいんだけども、アクセルいって踏み切らない感じ。目標速度のところに到達したらもうそれ以上アクセル踏まないのはもちろんだし、あとは市街地なんか走ってる時なんかに、信号がもうその先に信号がある時なんかは、ブレーキ入れずにちょうど止まるぐらいのところの速度領域にしてあげると燃費は勝手に上がります。私もそうなんだけど、ビューンと加速してって、で、近くになって赤になったからって言ってグーってブレーキかけるってことは、ブレーキをかけるってことは無駄な力が出ちゃったから、ブレーキをかけてるんであって、ブレーキ少なければ、ブレーキパッドの減りも少なくはなりますけど、ただブレーキ踏まないでちょうどの加速ってなると、信号をたどるまでがタラタラ遅くなったりとか、あとはやっぱりブレーキランプが光らないから後続車に追突されるっていうことがありますので、状況によりけりということになってますので、状況に応じて対応していただければなと思います。無理のない程度に、そう。周りにね、迷惑がかからないように。あくまで参考程度と捉えていただければと思います。はい。それでは次参りましょう。レッツゴー。最後に、これは結構禁断の果実と言いますか、ちょっと非現実的な話にはなってしまうんですけども、ECU です。ECU？コンピューター。燃料の噴射の司ってるのが、車に必ずついてる ECU。車の脳となってる部分の ECU です。で、そのメインコンピューターにエンジンの燃料噴射のマップがあるんですよ。空気と圧縮の兼ね合いでどれぐらい燃料を噴射するのかっていうのなんかを、そのメインコンピューター ECU の方で、この回転域だったらこれぐらいの量とか全部出してくれてるんですよ。先ほど言った通り、燃料をできるだけ薄くしてあげた方が燃料燃えやすいじゃないですか。なので、できるだけ燃料を薄くしてあげたセッティングに変えてあげると、出力は出やすいという傾向になります。ただし、燃料あんまりにも薄くしすぎちゃうと、パワー感がちょっと物足りなくなったりとか、先ほどから言ってる異常燃焼、デトネーションっていうのなんかが起きたりして、エンジンが壊れちゃったりとかしますので、
現実的ではないかなと思います。これ、しかもセッティング、リセッティングするってなると、まあ正直大体の人は自分でするっていうことはまず無理なんで、ショップに出したりとかってなるんですけども、ショップに出すと10万とか20万とか、そういうふうにかかってきちゃいますんで、ちょっとこれはね、非現実的なんですけども、なんかものすごいカスタムした時なんかに一緒にやったりとかするといいかもしれません。ということで、第9戦と ECU ということになります。それでは次に参りましょう。レッツゴー。はい、続いてはですね、これ意外に見落としがちなんですけども、サイドスリップです。知ってる？サイドスリップ。サイドスリップ知らない？タイヤの向きです。例えばこの車でタイヤがこうついてるじゃないですか。タイヤがこうついてて、一見パッと見た目ってまっすぐについてるように見えるんですよ。ただ、車高を下げたり上げたりとかすると、タイヤの向きが微妙にミリ単位でずれるんですよ。車高を下げてる人とかだったらよく知ってると思います。そのサイドスリップ、トーって言うんだけど、タイヤの向きがトーアウトとかトーインとかって言って、タイヤの向きがこうやってずれちゃうんですよ。段階があるんだ。段階はないです。無段階です。無段階なの。無段階なんだけども、前回ほら、タイロットエンドの交換したじゃないですか。あれで、ロットの位置によって、塔がずれちゃうんだよって言ったじゃないですか。あれがずれたり状態、ちょっとなんかぶつけちゃったりとか、そういうのなんかで結構簡単にずれちゃうんですよ、その塔って。で、例えば、まっすぐ走る道路に対して、タイヤの向きが、なんか内側になってたりとか、外側になってたりとかだったら、これがまっすぐ走るわけだから抵抗ありますよね。この抵抗が結局燃費の悪化になるんですよ。で、燃費の悪化するだけじゃなくて、タイヤが引きずられるような状態で、タイヤが動いてるんで、タイヤも異常摩耗しちゃったりとか、極端にタイヤのダメージがでかくなっちゃうんですよ。なので、自動車競技なんかやってる人たちなんか、あえてちょっと、トーインとかトーアウトとか、乗り味を変えたりとかしてるんですけども、基本的には、まっすぐ走るものに対して、トーイン、トーアウト、ゼロの方が、転がりの抵抗っていうのはなくなりますので、そっちの方が燃費を向上させるんだったらいいと思いますので、中古車でね、買われた車両とか、またはちょっと縁石にドーンってぶつけただけなんかでも結構塔がずれちゃったりとかありがちなんで、ディーラーさんとか、車検屋さんとか、私は予備車検場、陸運局の近くにある予備車検場とか、そこなんかだと本当1000円とかそこら辺でやってくれるんで、私はコストで行くんであれば、その人たちなんかもう毎日何十台何百台ってやってるから、相当の匠の技を持った人たちなんで、私なんかはそういう人たちのところ行って、ちょろっとサイドスリップ調整お願いしますって言うと、さらっとやってくれるんで、もう5分もかかんないでやってくれるんで、ぜひ、それなんかも交換するだけで、意外に燃費が向上したりとかありますので、参考にしてみてください。同時にこれ前だけじゃなくて、後ろもありますね。後ろもあるんです。だって、ビクトルの前だけって言ってた。そう。ただ、これ後ろも車高下げたりとかすると、アームの位置がずれたりとかでタイヤの向き変わっちゃうんですよ。後ろも意外にあるんです。ただし、後ろって調整機構が、軽自動車なんかだと、アームが独立性じゃないんで、ガッチャってもう固定されてついてるものなんで、車高が変わったりするだけでも塔が結構ずれたりするんですよ。そのまんまで走ってると、先ほども言った通り燃費低下とか、タイヤの変摩耗とか、そういうの出てきちゃうんで、すごいベタベタに車高を落としてる人たちなんかは、そのアーム自体なんかに加工をして、タイヤの向きを調整したりとか、いう風にやったりします。はい。ということで、前だけじゃなくて、後ろもそうなんですけども、サイドスリップというのがありますので、これを変えるだけでも結構、燃費結構変わってきますので、何よりタイヤが経済的にね、なりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい。ということで、燃費向上維持第10選ということだったんですけども、どうですか？よくわかんない。本当によくわかんないよ、高い給料払ってんだからよ、ちゃんとしっかり学習しろよ。お年玉ちょうだい。ということで、第10選ということで、車両とか運転状況とかによって、できるできないもあるし、改善するしないとかもいろいろあるんですけども、この10選の中で何かやることによって少しは燃費の向上にも役に立つと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。またはですね、視聴者さんの中で、これ結構燃費上がりましたよっていう案件とかあったら言っていただけると嬉しいなと思います。コメントにね、残していただければと思います。また、燃費向上系のね、動画いいんじゃねって思ったら、いいねとかコメントとか残していただけると
また第2弾も考えようかなと思ってますので、ぜひそちらの方にもアクションしていただけると非常に嬉しいです。はい、ということで、年内第1弾動画ということで、燃費向上維持の動画となりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録、ベルの通知ですね。通知をオンにしていただけると非常に助かりますんで、今年ももっともっと動画いっぱい投稿して、いろんな人たちと出会いたいなと思ってますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよならの前に、M さんも一言どうぞ。車の燃費も大事かもしれないんだけど、はい、実は私さっきからお腹がグーグー言ってるのだから私のお腹の燃費も考えてほしいはい、ということで、美味しいもの食べたいです。今年の抱負は、はい、今年の抱負は、はい、撮影する前にご飯を食べること。まあこれからもともどもね、うん、よろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。